ブラムシの種類とそれぞれの特徴。イントロダクション。アブラムシは、農作物や園芸植物にとって非常に厄介な害虫です。小さな体で植物の汁を吸い取り、病気を広げることもあります。本動画では、アブラムシの種類とその特徴について、ずんだもんと四国メタンの対話形式で詳しく解説していきます。アブラムシの基本的な種類。アブラムシってどんな種類があるのだ？アブラムシには多くの種類があるけど、代表的なものにはワタアブラムシ、カメムシアブラムシ、モモアブラムシがあるわよ。それぞれどんな特徴があるのだ？例えばワタアブラムシは綿やカボチャなどに寄生して白い粉状の物質を分泌するのが特徴よ。一方カメムシアブラムシはカメムシに似た形をしていて草本植物に多く見られるの。モモアブラムシは名前の通り桃の木に寄生して新芽や葉を好んで吸収するのよ。なんだかたくさんの種類がいて覚えきれないのだ。そうね。でもそれぞれの特徴を知っておくとどのアブラムシがどの植物に影響を与えるのかがわかるから対策も立てやすくなるわよ。アブラムシの生態と生活感。アブラムシってどうやって生活してるのだ？アブラムシは多くの場合植物の汁を吸って生活しているの。彼らは短い期間で大量に繁殖して春から夏にかけて特に活発になるの。へえ、そんなに早く増えるのだな。それってどうやって増えてるのだ？アブラムシは無性生殖と有性生殖の両方を行うことができるの。無性生殖ではメスが単独で子供を産むから短期間で数が増えるの。有性生殖ではオスとメスが交尾して卵を産むけどこれは主に環境が厳しくなった時に行われるのよ。なんで無性生殖と有性生殖の両方を使い分けるのだ？それは環境に適応するためなの。無性生殖は短期間で大量に繁殖できるから条件が良い時期にはとても有利なの。でも条件が悪くなると生存率が低くなるから有性生殖で遺伝的多様性を確保して環境の変化に対応するのよ。アブラムシの被害と対策。アブラムシが増えると植物にはどんな被害があるのだ？アブラムシは植物の汁を吸うことで栄養を奪って成長を妨げるの。それからウイルスを媒介することもあるから病気の原因にもなるの。さらにアブラムシが分泌する蜜つゆは他の害虫やカビを引き寄せる原因にもなるのよ。それは大変なのだ。どうやって対策すればいいのだ？対策としてはまず定期的な観察が大事ね。早期発見が大切なの。さらに天敵になるテントウムシや寄生バチを利用する生物的防除や専用の殺虫剤を使う方法があるわよ。あと植物の健康を保つために適切な肥料や水やりも大切ね。弱った植物はアブラムシの被害を受けやすいのよ。まとめ。アブラムシは多様な種類と生活様式を持つ害虫で、植物に大きな被害をもたらします。しかし、適切な対策を講じることでその被害を最小限に抑えることが可能です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。